なかなか開かない。はい、乾杯。熱い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 。なんでそこまでするんだろう。健康的だよね、日本和食って。最高だよ、これは。りょうちゃん、今日の夕飯はどうしよう。どうしましょう。これ最後の夜だよ。日本的なものがいいかなと思って。そしたらこの地下にちょうどいいものがあるんですよ。ある。はい。いいところ。いいところ。じゃあ紹介してくれる？行ってみようよ。今日の夕飯はどこで夕飯しようとしてるの？こちらはですね、大戸屋ですね。大戸屋、初めてだよ。初めてですか？俺、和食大好きだ。和食は初めてじゃないよ。和食好きだと分かってくれてるよね。これさ、すごい綺麗なレストラン、美味しそうなところだよね。こういうのもね、和食って感じだよね。そうですね。あと和食で和食の朝ごはんってこれは日本スタイルだよね。こういう目玉焼きとか、同じ目玉焼きはもちろんアメリカにあるんだけど、こういうベーコンとかこういうなんか作りがより和食っぽいよね。今日は何にしようか。これは何？豚と野菜の豆なんとかの定食、なんかすごいなんとか定食だよね。日本的って言えばこれだよ。タイ、これうまそうじゃない？これにしたいな。ね、知ってる外国人はあんまりこういうのはね、多分食べないと思う。魚はこういう形で。俺は好きだね。昔頭がついてるとあんまり食べれなかったんだよね。苦手だったんだけど、最近食べれるようになった。あとこういう光り物とかもね。これサンマ刺し食べたことある？ない？東北とか行くとサンマがね、ちょっと油の乗っかってるサンマを生で食べれるんだよ。あんまり多分ね、東京とかってそういう感覚はないかもしれない。美味しいんだよね。釣り立てのこう取ったばかのやつを食べるとめっちゃ美味しいよね。オクラ、マグロ、これも美味しそう。これいいですね。これが美味しそうじゃない？スティーブさん好きな納豆も入ってます。納豆入ってる。これはお子様のカレーとかもあるね。お子様用のちっちゃい。ちょっとおっさんがちょっとダメだなって言われそうだよね。やっぱりな、和食になるとこれは焼酎だよ。麦焼酎に しましょう。でもね、日本のさ、これはすごいんだよ。アメリカにあまりないんだよね。これ全部こういうメニューで、これ何でもこれで、あとイングリッシュもある。日本語、英語、韓国語、中国語まである。和食屋だから日本語でしょう。かわいいね。こういう形してくるのはね、ワンボトルで、これ麦焼酎。じゃあ乾杯しようか。どうぞ。これ。なかなか開かない。ビールみたいな状態でこう。お疲れさんの乾杯ですね。はい、乾杯。美味しいですか？飲みやすいよ。スムーズ。で、りょうちゃんは何にするって言ったっけ？チキンカーサン定食。じゃあこれを一つ。はい、次はスティーブの決まりはさっきの魚が絶対食べたいなと思って。このタイのやつでしょ？これだよね。これ単品でいきましょう。爆弾丼食べたいな。やっぱり和食といえば、抹茶っぽいものがいいよね。そうですね。これかな？これにしますか？はい。2人でこれ食べるとかわいいじゃない？注文します。これは楽しみだわ。メニューが全部来ましたけど。聞いたんだよね。来ました。これはまずは、これはマグロなんだったっけ？爆弾丼っていうんだよね。マグロ、納豆、ね、海苔、オクラとかにご飯っていうかあれだよ。これ山かけ？とろろっぽいよね。いいね。これは最高だよ。とろろ大好きだよ。で、あとそれにカツオがついてきたんだよね。味噌汁も。で、これ単品で頼んだ、これタイだよね。美味しそうな魚。これも多分。あと、りょうちゃんはこのチキンカツがね、うわー、熱い。美味しそうだね。美味しそうですか？これよく食べるの？好きで食べます。俺は次回これにしますよ。もう我慢できないから食べましょう。いただきましょう。わかめがいいね。わかめをなんか食べることによって白髪がなんか少なくなるっていうのは聞いたことない？なんか髪の毛にいいっていう
どうスティーブの髪の毛日本の床屋の後はかっこいいですね。そう決まってるいただきます、これ美味しい味噌汁だよ。美味しいですか？美味しい美味しい。アメリカ人って鰹節ってすごい面白いものだって昔から思ってた。特にねお好み焼きとかを食べるときにこう上にかけるじゃない、かけた後まだ動くことが俺まだ生きてるのかっていつも思ってたんだよ。なんで動いてるのっていつも思ってた。これはさもう混ぜちゃってからもう動いてないんだけど、なんか最後の勢いでもう食べられる前にうわーっていう動きがあるような混ぜ方がまずいけどあんまり綺麗じゃないかもしれないけどこれでいただきます、爆弾丼。だよこれはマグロもちょっとマグロいってください。どうですか？両者これは最高最高だよこれは最高、これ、毎日食べられるようなこれが美味しいよマジで。納豆俺の好きなものばっかり入ってる。とろろ納豆オクラマグロご飯最高じゃない？健康的だよね日本和食って、バランスが、そこなんだよね。ほらアメリカでさ肉のさでかいステーキを一つ食べてからサラダとかポテトとかもあってまあいいかもしれないんだけど、ここまでのねいろんな色がね7色ぐらいの色のあるものを食べれば一番栄養のバランスが取れるということを言われたことある日本人に、これそれこそいろんな色が混じってすんごい体にいいんじゃないのこれは。ねえでもねこの魚も食べてみたいなと。苦手だったんだよね本当にねりょうちゃんこういうのはね、あんまり子供の時にさ骨の入ってる魚を多分アメリカでね、食べたら喉に詰まっちゃってもう病院まで運ばれた記憶があるのよ。それがないように今日だけは気をつけましょう。その味だよその味魚の味だよねこれ何、目玉をこう出すの？おー出た。ありますね。それをそのまま食べます。初めてかもしれないよりょうちゃん。目玉をゴクンとするの？噛んでなんでそこまでやらせるんだろう。初目玉でタイの硬いの？硬いはず？硬いですちょっと噛め焼酎ください焼酎ください。ちょっと僕の頼んだのも食べてみますか？食べてみたいね。じゃあ食べてみたいね。いい？はいどうぞ。じゃあチキンそうですね。チキンはじゃあチキンでいきましょう。お美味しそうな。いただきます。熱い。うまいよ。うまいですか？それ美味しいよ。柔らかい鶏肉だよね。柔らかいですね。というかその味が和風的なんだよね。これ何？それはキノコです。キノコだよね。ちっちゃいキノコ。ねベイビーマッシュルームだよね。美味しいよこのベイビーマッシュルームが。ごめん全部食っちゃおう。こっちりょうちゃんの分。美味しい。りょうちゃんめっちゃ美味しかったね。最後にでもねアメリカ人でも大好きな抹茶だよ抹茶。美味しそうです。これ上にかければいいわけ？抹茶の上にかけるもの？はい。ちょっとだけかけて。デザートは別腹だからね。わかる？どんなにお腹いっぱいになっても別腹があるから食べれますこれでも食べられますよ。じゃあちょっとしたアイスと一緒に抹茶をほらいただきます。どうですか？いやアメリカ人も抹茶好きなんだよね。大好き。甘いんだけど甘すぎわけではないんで、めっちゃ美味しい。このアイスクリームとこれもねその食感というのをその口に入れるちょっとカミカミして、美味しいよ。美味しいですか？りょうちゃんありがとう。最後の夜に俺はね言ったんだよね。ちょっと美味しいところを考えてねって言っていいところをね探してくれた。ありがとう。大戸屋だよね。大戸屋です。
これ全国にあるって、まあ、日本にいっぱいあるよね、はいいっぱいありますまた来たいと思う。それとね、こっちのスタッフの人たちみんなね、親切で、接客も最高だったんでね、さっきのテーブルが狭いから、お客様どうぞ広いテーブルが空いたので、いかがですかってわざわざ言いに来てくれたことにも感謝。美味しいご飯をいただきましたことにも感謝。もういつも言うんですけど、日々前進頑張っていきましょう。ね、人生ってさ、谷あり、山あり、谷あり、ね、というのがあるんだけど、乗り越えて前向きにサムズアップ的にやっていけばいいんじゃないでしょうか。ではまたじゃあ次回の来日まで、アメリカで頑張りますのでよろしくね。ではまた次回までサムズアップ。